こんにちは、ほやです。今回は、神奈川県の葉山の磯で見つけた、ウミウシを中心に紹介します。ウミウシの見分け方や、見つけ方のコツも紹介していますので、ぜひ、見ていってください。それでは早速、始めましょう。白線ミノウミウシを見つけた、と思ったのですが、なんだか違和感があります。よく見ると、体に白い線が見当たりません。白線ミノウミウシなのに、白線がないのは、おかしいですよね。調べてみたところ、偽白線ミノウミウシという、別の種類らしいです。本物の白線ミノウミウシと比べると、確かに体に白い線が、見当たらないことがわかりますね。体の模様は、ウミウシの種類を区別する上で、重要なポイントの一つなのです。後から見つかった種類で、別の種類に区別されたからといって、偽、と名付けるのはどうなのよ。この子らも、一生懸命生きているんだから、ちょっと、失礼じゃないかな。とはいえ、2匹で仲良くお散歩しているので、多分、人間が勝手につけた名前なんか、気にしてないんやろな。お幸せに。本黒下なしウミウシを見つけました。大きさは5ミリくらいの小型の個体です。小型の個体は赤っぽい色をしているのですが、大きくなると黒くなって、黒下なしウミウシと似たような姿になります。黒下なしウミウシと区別するポイントは、体に白い斑点が見られるかどうかという小さな違いです。黒下なしウミウシは、葉山の磯でもたくさん見られるウミウシですが、本黒下なしウミウシは、南の海でよく見られるウミウシらしいです。乙女ウミウシです。葉山の磯では、黒下なしウミウシと並んで、数多く見つかるウミウシだと思います。白い体に赤い触覚という組み合わせは、綺麗な上に目立つので、ウミウシ探しを初めてする人に、まず見つけてほしいウミウシです。ウミウシを探す上で、サイズ感はとても大切です。青ウミウシや白ウミウシであれば、3センチくらいあるので、わかりやすいのですが、多くの種類のウミウシは、1センチよりも小さいものがほとんどなので、このサイズ感を意識できるようになると、ウミウシは、格段に見つかりやすくなります。鮫島乙女ウミウシを見つけました。いつも来ている葉山の磯で発見されたウミウシで、少し沖にある、鮫島にちなんで、鮫島乙女ウミウシという名前が付けられています。日本の沿岸に、広く分布しているようですが、私は、ここでしか見たことがないので、やはり、この磯での数が多いのでしょう。普通の乙女ウミウシと比べてみましょう。比べてみると、形はほとんど同じで、色が白か、青かの違いだけですね。RPG だと、鮫島乙女ウミウシの方が、後半に出てくる、強いモンスターに相当するんやろな。オキウミウシです。2匹が反対向きで、ごちゃっとなっているので、ちょっとわかりにくいですね。反対向きに並んでいますが、交接はしていないか、終わった後のようです。どちらの個体にも、背中に、なんかふわふわしたものがついていますね。イチャイチャする時間も終わって、別々の方向に歩き始めました。もう少し、近寄ってみました。背中に伸びている、平べったい突起が、オキウミウシの特徴です。こちらの個体は、背中にふわふわしたものが、たくさんついていますね。このふわふわは、なんやろな。ミス貝を見つけました。貝殻付きのウミウシの中では、相模湾で、一番多く見られる種類だと思います。この個体は、貝殻の線もかすれていて、苔っぽいものが生えて、緑色になっているので、かなり長生きしている個体と思われます。
まだ若い個体は、こんな感じです。ミス貝の、ミス、ってなんや、と思った方も多いと思いますが、漢字で書くと、こうで、昔の家の、縁側とかにあった、これのことです。ミスのような模様の貝殻だから、ミス貝、なのですね。青くシエラウミウシを見つけました。前回の真鶴の磯で、初めて出会ったウミウシでしたが、今回の葉山でも出会いました。真鶴と葉山は、相模湾の端っこと端っこなので、この時期に、広く見られたものと思われます。反対側から撮影しましたが、光の当たり方で、色の見え方が変わりますね。1センチくらいの個体でしたが、こういうウミウシがいると知らなければ、石の青い模様にしか見えないと思います。普段から図鑑を見て、ウミウシの姿を覚えておくと、見つけられるウミウシも増えますよ。サラサウミウシです。2センチくらいの個体が、岩の表面を、普通に歩いていました。ウミウシの種類によって、岩の表面にいることが多いやつと、石の裏側にいることが多いやつという傾向が分かれるのですが、サラサウミウシはどちらでも見られる印象です。とはいえ、2センチ以上の大きめの個体は、岩の表面で見かけることが多いです。この個体は背中の模様が擦れていますね。どこかで擦ってしまったんやろか。サラサウミウシは赤い模様のバリエーションが多いのですが、最近の研究では、このバリエーションは別の種類に相当するのではないか、と言われ始めたようです。結構数多く見られる身近なウミウシでも、そういうことになっとるんやな。サキシマミノウミウシを見つけました。サキシマミノウミウシは、だいたいこんな感じで、流れがあるところの海藻にくっついています。いつも流されないように耐えていて、難儀なやつやなぁ。こちらの個体も、一生懸命流れに耐えていますね。厳しい環境に身を置くことで、自分を鍛えているんやろか。おう？安定した場所に移動し始めたので、今日の訓練は終わりですね。お疲れ様やでー。クロスジアメフラシです。アメフラシの仲間といえば、春にたくさん見られるイメージがありますが、クロスジアメフラシは、夏の終わりにたくさん現れます。南の海に住むアメフラシなので、死滅回遊魚と同じ仕組みで、相模湾まで流れ着いてくるんやろな。結構な速さで、動いていますね。アメフラシの仲間なので、刺激をすると、紫色の汁を出すようですが、小型の個体で、出す量が少ないので、あまりわからないみたいです。四つ股ウミウシです。四つ股ミノウミウシと紹介されている図鑑もありますが、最近の研究で、ミノウミウシの仲間ではないことが明らかになったので、四つ股ウミウシと表記している図鑑もあります。生物の名前で、重要なのは学名なので、和名の変更は、結構な頻度で起こっています。あまりウミウシらしい姿をしていないので、これも知らなければ、ウミウシだと気がつかないタイプですね。ウミウシを探すときは、岩に手をついたり、石をひっくり返したりする必要がありますが、その時に、気をつけなければいけない生物がいくつかいます。これは、植物っぽくも見えますが、ハネウミヒドラという動物で、広い意味では、クラゲの仲間に相当します。クラゲの仲間なので、触ると、毒針で刺されて、痛い思いをします。同じような生き物で、白ガヤや黒ガヤもいますので、岩や石に触るときには、注意しましょう。今回は、このくらいにしておきましょう。次回は、8月上旬の、真鶴の海の様子を紹介します。今後も、海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録を、よろしくお願いします。
それではまた、どこかの海でお会いしましょう。